こんにちは、ひろじいです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。朝晩めっきり涼しくなり、紅葉の見頃も間近となりましたね。そこで今回は、福岡の紅葉スポットを、私なりに紹介したいと思います。まず最初におすすめしたいのは、篠栗町の野見山観音寺です。このお寺は、篠栗88カ所霊場巡りの16番札所になるのですが、桜や紫陽花、そして紅葉の名所として広く知られています。特にこの境内にある天王院の参道は、もみじの参道として知られ、紅葉シーズンにはたくさんの人が訪れます。駐車場から小川に架かる橋を渡ると、天王院のエリアに入りますが、極楽往生院の前まで来ると、参道のもみじの美しさに目を奪われ、そのまま参道を進んでいきたくなりますが、ちょっと待ってください。七福神堂の脇から鐘楼に登り、そこから見る紅葉も素晴らしいのです。鐘楼から下る小道は、もみじのトンネルとなって、通る人の頭上を彩ります。極楽往生院の前庭には、6体の地蔵が並ぶ地蔵池があり、地蔵の背後には、水子を供養する地蔵がたくさん並んでいます。極楽往生院前のもみじ、カメラ撮影の人が多い場所です。それでは、参道に戻って、天王院に向かいましょう。緑から朱に変わる、グラデーションがとても綺麗です。客殿の前にやってきました。客殿を覆うように、もみじが枝を広げ、客人をもてなしているように見えますね。阿雲像の間を通り、本堂に向かいます。この場所のもみじは、他と種類が違うのか、可愛い小さな葉が特徴です。天王院をお参りしたら、もう一箇所寄ってほしいところがあります。それは、この百観音堂の裏庭にある、道壇ツツジの紅葉です。天王院の紅葉は、例年10月下旬に色づき始め、11月中旬には、見頃となります。2カ所目のおすすめスポットは、糸島市にある千の寺の大楓です。こちらのお寺は、約1300年の歴史を誇る由緒ある寺院で、境内には、福岡県指定天然記念物である樹齢約400年と言われる、大楓があるなど、紅葉の名所として有名です。拝観料400円を納めることで、堂内に入ってご本尊を拝観したり、部屋の中から大楓を眺めたり、中庭を見学することもできます。また、紅葉のシーズンとなる11月1日から30日までは、入山料として100円納めることで、境内に入ることができます。大楓の庭に出てきました。立派な枝ぶりの全体を眺めると、ちょっと感動です。白壁沿いの小道の先にも、たくさんもみじがありますね。市の観光情報によると、境内には200本を超える楓の木があるそうです。仁王門前の駐車場のもみじもとても綺麗です。仁王門をくぐってみますね。紅葉の季節は、この仁王門から境内には入れません。振り返ると、色づいた楓が本堂を包み込むように、枝を伸ばしています。大楓も、下から見ると緑の部分があり、日の当たり方で、色づく時期が変わるのがよくわかりますね。
この大楓の見頃は11月中旬頃ですが、その頃こちらの楓を見に訪れる場合は駐車場の空き待ちで道路の渋滞は覚悟してくださいね。駐車場は3カ所あるんですけど、それだけ紅葉を見に来る人が多いということですね。続いてのおすすめは、朝倉市の秋月城址の紅葉です。秋月城は、約400年前に、秋月藩主黒田長興が、もともとあった黒田長政の叔父、黒田直之の館を、陣屋形式の城として整備したものです。現在は、堀や櫓の石垣、2つの門が残っており、黒門と呼ばれる、お城の本門や、長屋門は、福岡県有形文化財となっています。この城址の中で、特におすすめしたい場所は、堀跡から黒門を経て、水王神社に至る参道周辺ですね。秋月城址の紅葉は、11月に入ると色づき始め、11月下旬から12月上旬にかけて、見頃を迎えます。楓の紅葉と黒門のコントラストは大変美しく、カメラを構える多くの観光客で賑わいます。黒門をくぐり、色づく楓を鑑賞しながら、石段を進めば、水王神社にたどり着きます。この時点では、紅葉は進んでいませんが、素晴らしい紅のトンネルになることは、間違いないですね。水王神社は、元祖、黒田長興を祀る神社のようです。戦没者慰霊塔の前には、奥御殿跡の広場が広がります。秋月城址を訪れる場合、有料の秋月駐車場に車を止め、桜の馬場通りの桜並木を黒門まで歩くことになります。桜の季節、紅葉の季節には、通りに露店が並びますので、ゆっくりと楽しみながら歩くのも良いですね。私が一番おすすめしたいのが、太宰府市の竈門神社の紅葉です。霊峰、宝満山に鎮座する竈門神社は、1350年を超える歴史を誇る古社です。宝満山が太宰府の鬼門の位置にあることから、宝満宮竈門神社は、太宰府鎮護の神として、古くから崇敬されてきました。また、境内は豊かな緑に囲まれ、桜や紅葉の名所としても親しまれています。近年は、人気漫画、鬼滅の刃の聖地として、訪れる人で賑わっています。竈門神社が、鬼滅の刃発祥の地とか、聖地と言われる理由はいくつかありますが、一つは、炭治郎や禰豆子の竈門という名字が、神社名と同じであること。また、竈門神社が太宰府清張の鬼門よけとして、お祭りされていることが、鬼滅の刃の鬼退治に通じている、という考えや、竈門神社で厳しい修行をする、修験者の着衣が、市松模様の装束で、炭治郎の羽織と同じなど、いろいろ言われています。
話がはぐれてしまいましたね。紅葉の話に戻りましょう。ここ、竈門神社の紅葉は、例年、11月中旬過ぎには見頃となります。今年も、11月20日、21日に、もみじ祭りが予定されており、境内のライトアップも、11月13日から28日の間、予定されています。楽しみですね。紅葉を楽しむだけではなく、参拝することも忘れないでくださいね。絵馬奉納書です。ほとんどの絵馬に、鬼滅の刃のキャラクターが描かれています。皆上手に描かれていることに、びっくりします。日没の時間が近づいてきました。お札お守り授与所の裏にある展望舞台に移動して日没時間が来るのを待ちます。明かりが灯りました。薄暗い中に照らされたもみじがとっても綺麗です。ライトアップされている時間帯は足元も照らされていますが、暗い部分や階段もありますので、足元には十分注意して楽しんでくださいね。ライトアップの時間に合わせて訪れる人が次々とやってきます。私の一番のおすすめ、竈門神社の紅葉はいかがでしたか？今年もライトアップされたら良いですね。最後は知る人ぞ知る紅葉スポット、高山園の紅葉です。古河市の高山園は、根旅地区の山間の約43ヘクタールという
広大な土地に作られた自然植物園です。この植物園は、地元の起業家が、故郷の自然がなくなるのは忍びないと、かってみかん農園だった一帯を、市から買い上げて、木を1本ずつ植えて作り上げた、施設植物園ですが、無料で開放されています。園内には、春の桜から始まり、木蓮やツツジ、サツキやアジサイといった、四季折々の花や自然が楽しめます。特に秋の紅葉は、目を見張る美しさで、訪れる人を楽しませてくれます。園内は、道路が整備されているとはいえ、かなり起伏があるので、足腰の弱い人には辛いかもしれませんが、ハイキング気分でお弁当持参で、楽しむのも良いと思います。高山園の開園時間は、8時30分から17時まで、駐車場は、10台分ほど入り口付近にあります。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また、次回の動画でお会いしましょう。さようなら、お元気で。